足らずです。今日もね、続きやっていきましょう。競馬ス友の会シリーズ、キャンピング仕様に制作ってことだね。今日は9日目ぐらいかな。9日目。この塗料のね、塗装に入っていくのでね、2、3日かかります。何色にしたかっていうと、これ塗りました。ワシンさんの床用ニス。なんでこれにしたかっていうと、ニスでなかなかいいのがなくて、で、やっぱり床用ってことでやっぱ硬そうな感じだし、で、使いたかったのはウレタン塗料を使いたかったんですよ。やっぱ強度を出したかったんでね。でね、ワシンさんの床用のね、ウレタンニスを使います。もうね、すでに1回塗ってあります。そしたらね、耐水ペーパーの400番でバリとか気泡とかいっぱい出てるんでね、1回ね、綺麗に耐水ペーパーかけます。この作業やるとね、後にまたこの肌触りがね、さらっとするので、1回ね、今の話とは別にね、今回は木目が綺麗だったので、色はかけずにクリアで仕上げていきます。ね、ほら、綺麗に木目出てくるんでね。で、1回目はね、そのまま、原液をそのまま塗ってます。そしてね、また気泡だとかバリだとか、いっぱい出てくるんで、それを耐水ペーパーで綺麗に落として、でね、次に、また2回目、3回目塗っていくんです。そう、3回かけたな、クリアな。3回かけました。2回目、3回目はちょっとね、薄め液で薄めました。そうじゃないとちょっと伸びが悪いんでね、ちょっと伸ばすように、そして2回目、3回目で、ツヤを出していくイメージですね。どうしても、木がね、吸うんですよ。塗料を吸うんですよね。シーラーも何も塗ってないので、1回目は原液でたっぷりと木に吸わせて、で、バリ、気泡をきれいに落として、そして2回目、3回目。この工程の時もきっちりね、耐水ペーパーで磨きます。2回目、3回目の時はね、800番とか1000番でね、磨いて、で、またね、塗料をかけてっていう感じです。そう、フロアはね、収納の中は切り材なので、せっかくの切り材なのでね、調湿性があります。なので、収納の中、蓋の中だとか、引き出しの中、これはね、ニスはかけずに、表面だけね、塗っています。せっかく切り材でね、調湿性に優れているので、その木のね、特性を生かして、表のこのフロアの見える面だけニスかけました。こういう感じだね、綺麗に。綺麗になりましたわ。そう。さらにね、この後もう一回磨いて、また塗ってます。なのでね、割愛しました。ツヤはね、すげえ出ました。本当にきっちり綺麗なツヤ出ました。そう。ちょっとね、計量してみましょう。いや、いいよ、計算機。携帯ある。買いどうも。ちょっと俺にそれ話して。それは 3.8？ どうしてそれ 3.8 キロだ。5.8 になんか18.8の3キロダメだ。これ3キロ。82.5。映ってる。
ああ、はい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 。でも落ちてなかったと思う、お母さん。79.1。はい。79.1。3.39。これやってるから。見たかな。28.8。そんなに重くねえでさ。よっしゃ、今日から決めようかな。じゃあこれは、じゃあ持っていきます。ってことでね、キットの重量 28.8 キロでした。いや、本当に軽くできたな。本当にね、これ軽いと思います。やっぱり木材の重さって結構あるので、材料によってね、やっぱりだいぶ左右します。で、ほら、やっぱりキャンピングにしたいから、キャンピングにするとね、内装も綺麗に木で貼ったりするとね、相当な重量になると思うんですよね。現にね、1台目のキャンピングカー、あれもね、かなりな重量になってます。まあ、あれは結構いろんなものを取っ払ったので、意外とその元の重量よりもちょっとだけ重くなったぐらいなんですけどね。なので、今回 28.8 キロ、本当に軽いな。人一人分以下ですからね。で、まあ、この他にバッテリーだとか、電子レンジ、冷蔵庫、いろんなものをまあね、積んでいけばね、まあ、だいたい多分50キロぐらい、50キロぐらいになるかなって予想はしております。まあ、50キロだったら、まあ、1人用のキャンピングって考えると、常に2人乗ってるっていうことを考えればね、人1人分の重さですからね、そこまでね、重くないかなって思ってます。いやー、結構軽くできたな、28キロ。28.8 キロ。約30キロ。いや、だいぶ軽いと思うよ。なのでね、次は、音がこれを組めるのかどうか。ちょっとね、まあ、キットなので、その組み方、どうやって組むのかっていうのもね、次回でね、やっていきます。本日の動画はね、ここまでになります。次回はいよいよね、音が本当に組めるのか、工具なしで組めるのかっていうのをね、やっていきますのでね、次回も楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。こっちに